自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回ご紹介するのは電通でコピーライターとしてご活躍中の荒木俊也さんが執筆したこうやって頭の中を言語化するです。大反響を呼びすでに4万部が売れている一冊となっております。皆さんこんな経験はないですか？とある会議で上司が話をしているとき、上司はそんな感じで思ってるのかという感じで聞いていると、ではみんなの意見も聞いてみたいなとかいきなり言ってきて、とりあえず話整理するので精一杯だったのにと思っていたら、なんか普通にスラスラと意見得てる人いるし、焦るわーってなって気づいたら、おいおい次は自分の番かよ、うわーってパニックになって、これでこうとかと考えてるうちに全然整理できなくなって、とりあえず、賛成です、みたいな感じで終わってしまったみたいなことないですか？そんな経験がある方、ぜひ見ていただきたいです。今回の動画の構成はこのようになっております。まずはこの本の概要をさらっと説明していきます。次にこの本のポイントを実際にどう使っていけばいいのかを紹介していきたいと思います。会話形式で分かりやすく説明するので、動画を見終わる頃には頭の中を言語化する方法を皆さんも習得できるはずですので、ぜひお見逃しのないように。はじめに一つ質問をさせてください。皆さんは学校で頭の中を言語化する方法を教わりましたか？私は教わった経験がないです。学校では問題を解くことが中心だったので、こういう練習ってやってこなかったんですよね。受験では面接よりも問題に正解することの方が大切でしたからね。なので、できなくて当然なんです。でも安心してください。この本では頭の中で考えていることを言語化する方法が具体的に書いてあるんです。まずベースとして必要なのは聞く力なんです。聞くって話すテクニックじゃなくてなんで聞くことが大切なのと思った方、実は聞くのは自分自身の声なんです。自分で自分の話を聞くってなんだか変な感じと思うかもしれません。でもこれがめちゃくちゃ大事なんです。いやいや自分のことは自分が一番分かってるから必要ないよと思った方いると思います。しかし私たちの頭の中は未完成の言葉でいっぱいなんです。そこで自分自身の言葉に耳を傾ける時間が必要なんです。これは意識的にやらないと身につかないことなんです。なぜなら私たちが自分で考えたり感じたりしていることのほとんどが頭の中で言葉という形になっていないからなんです。じゃあどうやって頭の中を言語化するのよって思いますよね。実はこれ今日からできるんです。用意するのはノート、ボールペン、赤、青のペンだけです。それでは実際に方法を紹介していきたいと思います。会話形式で紹介したいのでもう一人紹介したいと思います。太一さんこんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたしますね。それでは早速方法を説明していきたいと思います。ステップは全部で3つです。まずはじめにやることなんですけど、出来事プラス感じたことをセットでメモするんです。それだけでいいんですか？はい。このメモの方法は非常にシンプルなんですけど、この言語化力を鍛えるための土台になるので、これとっても大事なんです。例えばですね、今日のお仕事の中で出来事と感じたことをセットで言えることって何かありますか？なるべく自分の心が動かされたこととか印象に残った内容がベストなんです。これ短くて構いません。新規の図面が完成して嬉しかったとかですかね。はい、ありがとうございます。多くの人はですね、この自分の考えとか感情を言葉にする機会っていうのが意外と少ないんで、これそれを意識することすらないんですよ。確かに言葉にすることは少ないです。しかしですね、このようにメモを取る習慣を続けることで、自然と考えをですね、この言葉にする力っていうのが身についてくるんです。一行でいいなら毎日一つは出せると思います。はい、本書でも1日1行でいいので、これを続けてくださいというふうに言ってます。さらにですね、このメモの後に、何々なのはなぜかという問いを語尾にですね、付け足してください。わかりました。新規の図面が完成して嬉しかったのはなぜかでいいですか？はい、完璧です。ありがとうございます。まずはここまでのステップで大丈夫です。次のステップはですね、すぐには行わないで、その日にお仕事から帰って、ゆっくりとですね、落ち着いた時にやりたいと思います。はい、わかりました。はい、それではですね、2つ目のステップを説明します。2つ目のステップは、書いた問いに対して頭に浮かんだ言葉を書き殴るです。書き殴るですか？はい。
毎日ですね、私たちがこの頭の中で感じたり考えたりしていることっていうのは、この言葉に表現されてないことが多いんですよね。で、この曖昧な考えをですね、形にするためには、頭に浮かんだこういう言葉をそのままノートに書き出すってことがこれすごい重要なんです。そうなんですね。あ、ノートが必要なんですね。はい。ノートを準備していただいて、この見開きのですね、左上に先ほど作ったこの問いっていうのを書いてみてください。はい。新規の図面が完成して嬉しかったのはなぜか。書きました。ありがとうございます。次にすることは、見開きのですね、左の余白があるじゃないですか。ここに浮かんだままの生の言葉を書き殴ってください。この時のポイントは、完璧な文章とか、この整理された考えでなくていいので、思うままにですね、書いてみてください。で、時間は3分です。5つ以上の単語やフレーズが出るようにこれ頑張ってみてください。はい。3分ですか。短いですね。はい、これ少しちょっと短いと思うんですけど、このぐらいの方がですね、集中力が増してちょうどいいということなので、頑張ってみてください。わかりました。どうでしょう？書けましたでしょうか？はい。なんとか書けましたが、これでいいでしょうか？いや、これすごいですね。たくさん書きましたね。これ書いてみてどうでしたか？そうですね。書いていくと自分でも気づかなかった考え方が出てきました。そうなんです。これ本書でも言ってるんですけど、特にですね、後半の方が自分の内側に目を向けた考えが出てくるんだそうです。で、このトレーニングをするとですね、自分自身と対話ができるようになるので、結果的に言語化力の力を育むことができるようになるということなんですね。なるほど。こうやって書くことが大事なんですね。最後に3つ目のステップは結論を1行で書くです。太一さんは会議中に〇〇についてどう思いますかと急に聞かれた時に答えが詰まることがありますか？はい。考えるだけで汗が出てきます。緊張しますよね。これはなぜかっていうと原因はシンプルで頭の中で結論がまとまってないので一言で言語化できないからなんです。で、この状態だと自分の考えを的確に伝えるっていうのはこれ難しいですよね。おっしゃる通りです。それが悩みです。本書曰くこのトレーニングを続けるだけで自分の考えを言語化して瞬時に伝えられるスキルが自然と身についてくるということなんです。はい、頑張ります。具体的には何をすればいいのでしょうか？はい、このステップでは先ほど書いていただいた左下のこの内容の中で同じ内容とか似た意味の言葉っていうのを見つけて丸で囲んでみてください。わかりました。で、文章丸ごとじゃなくてその中の単語レベルに注目して何度も出てくる印象的な言葉とかっていうのをピックアップする感じでやってみてください。了解です。すいません。できました。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか？はい。結構難しくて悩みました。とりあえず共通してそうなものを同じ色にしてみました。いや、すごいですね。赤丸は達成感と苦労が報われたと成長ですか。これはどんな共通点があるんでしょうか？はい。これは努力をした後に得られたものという意味で同じ赤丸にしました。なるほど、素晴らしいですね。青丸は、チームの期待、クライアントが喜びそう、評価されそうですね。これはどんな共通点があるんでしょうか？はい。これは自分以外の他者の期待とか評価とかが関係していると思ったので同じ青丸にしていました。いや、これは素晴らしいグルーピングですね。ありがとうございます。それでは次にそれをもとに問いに対する自分なりの結論を一行で表現してみてください。赤丸と青丸の共通点をまとめる感じですかね。はい、おっしゃる通りです。わかりました。あ、できました。お疲れ様です。結論は、努力の結果が形となり、他者の期待や評価に応えられたからですね。いや、素晴らしい結論ですね。確かに書いてみると、初めに書いた問いの結論になっていますね。書いてみてどうでしたか？はい。浮かんだ言葉をたくさん書いた後に、整理をして結論を導いたので、結論としては結構納得感が得られるものになったかなと思います。そうですよね。頭の中に浮かんだものを整理して結論を導き出すっていうのがこのノートのトレーニングのポイントなんですね。これを毎日1回やってみてください。すると普段からですね、結論を出すための脳の回路っていうのが形成されてくるんです。実はこういうトレーニングを普段はしないので、結論をいきなり言うっていうのはそれは難しいことなんですよ。
なるほど。読書をするだけでは意見が言えるようにならなかったのは、こういうトレーニングをしていなかったからなんですね。そうなんです。さらにここからはオプションでいいんですけど、時間があればですね、この右下に結論につながる行動を書いてみてください。例えばですね、次のプロジェクトで達成したい目標を具体的に設定して、努力の方向性を明確にするとか、もしくはクライアントや関係者からのフィードバックを反映して、さらに質の高い成果を目指すとか、そういった感じです。このように行動まで言語化しておくと、同じような場面になった時に行動とか判断の軸を持てるようになるんだそうです。これは時間のある時にやってみてください。わかりました。一日一つですね。頑張ります。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このトレーニングを1日1回行うだけで、会議にですね、とっさに質問されても、スラスラと自分の考えを答えられる力が身につきます。皆さんもぜひ騙されたと思って一度試してみてください。こういうトレーニングは試しにやってみるかっていうこの勢いがですね、大切なんですね。参考になったかなという方は、ぜひいいねボタンを押していただけるととっても嬉しいです。時間があったら他の動画も見てあげてもいいよという方、ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけると最新の動画をお見逃しなく楽しんでいただけるかと思います。それではまた会いましょう。